こんにちは、メイです。ついにシトロン島が完成したので、今日はシトロン島をお散歩していきます。島のテーマは花と水で溢れ返った島です。どんな島になったのか気になる方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。島全体のマップはこんな感じ。マップからもわかる通り、相当水が多いですね。それでは早速シトロン島をご案内いたします。まずはエントランスです。飛行場を出たらすぐ自宅。そして自宅のポストを飛行場の前に置くことで、この島の主であるかのようにずうずうしい振る舞いをしています。自宅にぐるんと回り込む花畑がお気に入り。そんなお気に入りの花畑を踏みつけながら左へ進みます。進んだ先に見えるのは外観の揃った住宅街。写真撮影の見栄えのためにちょっと川を飛び越えます。ここは赤い屋根のお家と赤いチューリップが川を挟んで赤でお揃いって感じですね。全然色が違うのでお揃いとは何なのか疑問になりつつ先に進みます。縦売りなので置かれている家具や配置はほぼ同じ。飛行場と案内所が近いので利便性としてはグッド。家の外観で個性を出したい人にとっては住みにくいですね。橋を渡って左に進むと見えてくるのは岬。細長すぎてクリエイトが難しかったので、道とベンチだけのシンプルな構造。このクマの紙袋はチョコドーナツ。作った当初に置きました。賞味期限が怪しいですが、海を眺めながら食べてくださいね。道順に進んでいきます。ここは岬からの地形のカーブを利用した海沿いのドライブコース。君の青い車で海へ行こうというスピッツのあの曲をイメージして作った場所。学校も仕事もサボって海へ出かけたい欲まみれの場所でもあります。いつも隠しきれない欲が出ていますね。ちょっと進むとピクニックスペース。一日中ただ海を眺めながら過ごす場所です。何もかも忘れたい時用です。先に進むとアイーダ様のパン屋。朝早くから開店しないのがアイーダ流。紫のヒヤシンスの道を行くと、その先にはエイブルシスターズ。ラベンダーに見立てられがちな紫のヒヤシンスは、ここでもラベンダーとして使われています。草とラベンダーが茂っていますが、ここは一応道です。またもや花をかき分けながら奥へと進んでいきます。エイブルシスターズの横の道を行くと洗濯場へ。洗濯物を見せていかないスタイルですが、海の近くなので塩害がとてもやばいですね。一説によるとまるで塩をまとう服になるそうです。エイブルシスターズの道を右に進んでいくと、そこにはプライベートビーチが。この島は博物館にしていないので常吉に出会えません。オンボロ船が来ることはないのでいつでも綺麗なビーチです。こちらの家は一等地に佇む黒猫キャビア邸。正面の崖を登ってもらったところが撮影ポイント。木の枝の上で撮影開始するといい感じに。ビーチも堪能できて、なおかつ家の近くに海を一望できるデッキ付き。前のシーズンでは黒猫郵便局員として馬車馬のような車軸だったので、今回はゆっくりと過ごしてもらっています。家の裏にある高台はかなりお気に入りスポット。朝日を浴びながらゆっくりとコーヒーをたしなみ、飽きたらすぐに海へ飛び込めます。丁寧な暮らしをしてるって感じがしますね。このまま道を下へぐるっと下っていきましょう。橋を越えるとそこはボブが営むアイスクリームショップ。現在朝の6時40分ですが開店しているようです。働き者のところが島民代表とは大違いです。虫を追いかけていそうというイメージなだけで店主に抜擢されたボブくん。そして椅子にはいつからか置いてあるアイスクリーム。ボブお手製のアイスクリームをお楽しみくださいね。このまま蝶々を追いかけつつ下へ進んでいきます。ここのちょっとした道とかも結構好きな場所ですね。白い花の道へ行きます。また花を踏んづけていますね。業がたまりそうで罪深いです。次はナッキンの花屋さん。この辺りの花の管理はすべてナッキーがしている設定です。白い花ばかりなのでこだわりでしょうね。この角度だと孤島っぽくなるので結構好きですね。
水に浮いているっていうのが好きなので、どこもかしこも浮かせがちです。花と草に囲まれながらお食事もできるこの場所。虫がたからないかちょっと心配です。最初ら辺に来た道ですね。これで島の半分の紹介は終わり。自宅の裏をぐるっと回っていきましょう。見えてきたのは案内所。あえて案内所周辺は作り込まず、ただの通り道にしました。考えすぎて作らないという選択肢ですね。その代わりに案内所とは関係ない三日月状の道を作りました。湖を縦断する道を作りたかっただけですね。左奥にちら見えする案内所や右奥の車も結構好きなポイント。斜め上から撮ると水に浮いている感がマシマシに。私の中で1、2を争うレベルで好きな場所ですね。砂浜を通って右側へ。本来道ではないのですが近道です。キャンプサイトへ到着。奥に見えるのが風太のテントですね。いつの間にかキャンプサイトの仲間入りを果たしてしまった風太です。区画ごとに川が流れているので人と関わりたくないキャンパーにうってつけです。川をビュンと飛び越えて風太の元へ。高飛び棒なしではキャンプできません。水に囲まれている感が風太の孤独を表している、そんなところが推しポイントです。キャンプサイト裏の道を進んでいきましょう。ここは高台のくせに水浸しな住宅街。高台に上がっても水の呪縛から逃れられないストロン島の住民です。右はお高い感じのパン屋さん。こちらのパン屋も朝早くからやらないスタイルです。あちこちに釣り堀があるので釣り好きにはもってこいな環境。水浸しなのをいい感じに言ってるだけですね。ここの通り抜けは一人称視点がおすすめ。住宅街を抜けると一気に雰囲気が変わってきます。ちょっと後ろに下がってこの辺りから起動。ずんずん前へ進んできます。何やら何かの入り口だったものが、もうすでに朽ちていますね。ここは忘れられた水の神殿跡地。ついに水の神を称える場所を作って一気に荒廃させた島民代表です。これを作った時期が暑かったので涼しげな場所が欲しい気持ちで作りました。水に沈む階段が遺跡っぽいなぁと勝手に感じています。この角度が一番沈んでいる感がありますね。反対の角度は道が強調されて次へ進みたくなります。欲には勝てないので進んでいきます。この先に何が待ち構えているかというと、ただの自転車。道は行き止まりです。道はつなげないスタイルでやっています。行き着いた先は廃れたトンネル。トンネルを抜けるとそこは廃れてしまった駅です。かつては海の見える駅として有名でしたが、どこにもつながっていない線路が致命的でした。実はオランジェ島もこの位置に駅があります。こちらは慣れの果てですね。一応キャンプ場から一番近い駅ということで、一時は住民からの熱い視線が集まっていました。個人的にはこのトンネルを抜ける時が好きですね。線路の段差に気をつけながらそろりそろりと進んでいきます。お城の門を並べただけですが、何個も重ねたらトンネルに見える説を提唱していきます。ということで島の中心に戻っていきます。ちなみにここは未公開エリアだったのでお披露目ですね。ただのつなぎ目です。奥の段差が好きですが、手前の針葉樹で見えないのが欠点。並木道を通って案内所の方まで戻っていきましょう。ついに終盤へやってきました。残すところあと3カ所巡って終わりです。次の場所は何気ないけどちょっと好きな場所。のどかだなーって気持ちになりたい時に眺めています。ここの花畑は雑草と花を交互に植えて細かい花畑感を出しています。次は案内所の裏へ。案内所裏は建物で大体消されるので真裏には作らずちょっと離れたところに作りました。サブ住民の家ですね。タヌキから借金を返していないので最小サイズのお家です。背家の両脇にある低い山が実はお気に入りポイント。家の真裏には橋があって道がつながっています。隠された要素が好きなのでこういうものも作りがちです。家をぐるっと回っていくとそこにはパッと見じゃわからない
個性を潰されたたぬき商店があります。唯一見えているのが看板の葉っぱとドアだけ。島の外観にそぐわないという理由だけで個性を潰していく鬼畜ぶりを発揮していきます。これで島の隅々までご案内いたしました。案内所へ戻ります。シタロン島のお散歩はいかがだったでしょうか。これでシタロン島シーズン3は終わりです。夢見バンズも公開したので概要欄からご覧ください。公開期間は未定ですが、突然未公開になるかもしれないのでご了承ください。シタロン島に行ってみたいかもと思った方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。この動画の後に総集編動画を出しますので、作り方など気になる方は次回の動画をお待ちください。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。